さん、こんにちは。今回は、ダイレクトカーズのアマホ3をご紹介します。アマホ3は、ダイハツハイゼットトラックをベース車にした軽キャブコンです。ルーフには、ポップアップルーフが標準で仮装されています。アマホ3は、その名の通り、アマホシリーズの第3弾ですが、最初のアマホは2021年に発表されました。最初のアマホは可愛らしいインテリアが特徴で、車外にテーブルをセットできました。ポップアップルーフをアップすると網戸やシェードになるのは他のモデルと同じですが、アマホでは完全にフルオープンにでき、ルーフデッキという概念を導入しました。ポップアップルーフは就寝する場所だけでなく、くつろぐ場所になったのです。アマホの第2弾、アマホ2は2022年に発表されました。アマホ2は、アマホから大きくイメージを変え、アウトドアユースを意識したレイアウトになりました。後部の大きなラゲッジスペースには、自転車を積み込むことも想定されています。ポップアップルーフのコンセプトは変わらず、やはり、フルオープンのルーフデッキになります。そして、今回、ジャパンキャンピングカーショー2023でアマホ3が発表されました。ベース車は、従来のアマホと同じ、ダイハツハイゼットトラックです。これに、計8ナンバー枠に収まるシェルを仮装しています。アマホ3のイメージカラーはブラックです。展示車は、精悍なブラックのボディカラーを採用。インテリアもブラックが基調になっています。サイドウォールには濃い木目を生かしたリアルウッドのパネルが施されています。一方、ギャレーキャビネットなどの家具は明るい色調を採用。黒のインテリアの中で明るさを醸し出しています。レイアウトは右サイドにベンチシートが設置され、そのまま1人用のベッドにもなります。ベンチシートの後ろには大きなアクリル二重窓があり、断熱や結露の防止に効果があります。このベンチシートには2名が乗車できますので、運転席、助手席と合わせて計4名が乗車できます。左サイドにはギャレーが設置されており、黒のシンクとシャワーフォーセットが設置されています。シャワーヘッドは引き伸ばして車外で使うことも可能。ギャレーキャビネットの下には給排水タンクが収納されています。ギャレーキャビネットには折りたたみ式の調理台が用意されていますので、ここにカセットコンロを置いて調理することができます。アマホ3にもポップアップルーフが標準で仮装されており、従来のアマホと同様にフルオープンにしてルーフデッキにできます。デッキチェアを置いてくつろいだり、高い位置から写真を撮ったり、天体望遠鏡で星の観測もできます。もちろんルーフベッドにもなり、長さ2000ミリ、幅1200ミリの大きさです。ここでは大人が2名就寝できます。後部にはアマホ2と同じように大きく開くリアゲートが用意されていますので、ここから荷物を積み込むことができます。アマホ3の大きな進化は、クーラーが搭載できるようになったこと。車載用の小型セパレートクーラーがオプションで用意されています。リチウムイオンバッテリーが標準装備されていますので、電気の心配は全くありません。リチウムイオンバッテリーはオプションでもう1個追加できますので、クーラーを実用的に使用できます。助手席の後ろにバッテリー状態を確認するディスプレイとコンセント、スイッチがまとめられています。照明は LED のダウンライトでタッチして調光できるようになっています。オプションの外部 100V 電源入力コネクターがバンパー部分に設置されてます。充電機能もオプションです。また、370W のソーラーパネルをオプションで設置できます。前方上部には収納棚が設置されています。扉がついていますので、食器や小物を落下の心配なく収納しておくことができます。ベンチシートの下は大きな収納スペースになっています。
ルーフ部にも小物を入れておく収納が用意されています。ルーフベッドで就寝時にメガネや財布などを入れておくと安心です。オプションのオーニングテントをボディへワンタッチで取り付けられるレールが用意されています。オーニングの端を溝にスライドしてはめるだけで固定できます。アマホ3は2人でも使用できますが、一人旅や趣味の部屋として、あるいはテレワークルームとしても適しています。それでは、計8ナンバーの他のモデルも見てみましょう。インディアナ RV のインディ727。軽キャブコンの代表的なモデルで、タイザダイネットの S タイプと L 字型ダイネットの L タイプがあります。どちらもレイアウトはアマホ3と異なりますが、一般的なレイアウトを採用しています。東和モーターズ販売のインディ108。このモデルはインディ727の姉妹車で、東和モーターズ販売が取り扱っています。レイアウトはタイザダイネットのみの選択になりますが、独自のインテリアにコーディネートされています。オートショップアズマの KI。ベース車はスズキキャリーとダイハツハイゼットが選択できます。レイアウトはタイザタイプとベンチシートタイプが選択できます。KI の特徴は、ルーフ全体がアップするエレベーションルーフ。全体に高い天井高ですので、圧迫感が少ないのがメリットです。ステージ21のリゾートデュオバンビーノ。冷蔵庫や電子レンジが搭載でき、充実した装備で車旅にも対応できるのが特徴です。さらに、車載用クーラーとリチウムイオンバッテリーもオプションで設置できます。バンショップ三上のテント虫。軽キャブコンではパイオニアのモデルで、最も有名な軽キャブコンです。タイザダイネットの F タイプと、ベンチシートの S タイプが選択できます。多数用意されたボディカラーも特徴です。フィールドライフのバロッコ。レイアウトはベンチシートを採用した L 字型。バスコンも製作している同社のノウハウを軽キャブコンに展開したモデルです。アマホ3は黒を基調としたインテリアで、同社が得意とする木の感触を生かしたモデルです。ベッド展開をしなくても横になれる広いベンチシートや、フルオープンしてスカイデッキの爽快感を味わえるポップアップルーフなど、魅力的な要素が満載されています。アマホ3の車両サイズは、全長 3400mm、幅 1480mm、全高 1980mm です。アマホ3の主な仕様と価格は、下の説明欄をご覧ください。さらに詳しいレビュー記事や比較表は、キャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。